じゃあ次ね。大変だった時期あります？まあ今思えばですけど、入った当時っていうのはやっぱり、まあアニメは超ブラック企業じゃないですか。1日15分ぐらいしか寝らんなかったとか、まあね、3日間帰れないとか、その時はね、何にも思ってなかったですけど、今あえて大変だった時期はどこですかっていうと、そこが時間的には大変だったのかな。ただそこで覚えたもんはいっぱいありますけどね。だから大変だったんだろうけど、それがあったから、まあ、今は自分なりのスケジュール立てしてできるのかな。昔は演出さん、なんか4、5本に1本演出やってたようなペースだっ4たよ。本に1本をやってた。すごいよね。それこそね、伝説的な西尾大輔さんなんていう人は、ドラゴンボールのスケジュール年表みたいなのを見ると、うん。4本に1本やってんですよね。あその当時はーもう鬼のように働いてたわけで。でも偉くなってシリーズディレクターとかになっちゃうと、今度考えなきゃいけないとか出てきて、なかなかできなくなるみたいな傾向はあるよね。やってることも変わってはくるんだけど、うん。今それこそ、まあ、10本に1本ぐらいなんですかね、みんなとはいえ。でもまあそれで暮らせるだけのお金が契約の人たちには出てるわけだから、うん。お金のとか待遇の面で言えば、それで暮らせりゃ一番いいですもんね。まあフリーだと、それだと家賃も払えないぐらいなんですけど、うん。フまあその、リーはこれから課題だよね。ね、その格差は金額のね、ね。まあそれも自分の選んだ道なんで、まあまあ、そうね。選んだ時は良かったけどっていうところはあるんだよね。まあ、そうですね、これからあんまり動けなくなってくると、ね、いやいや、まだまだこれからでしょまだ仕事がね、う。うん。依頼があるうちはいいかなって感じですかね。そう。それでは、これが最後の質問ですかね。今後やりたいことは何ですか？僕もともとアニメはね、基本的には子供に作りたいなと思ってるんで、子供の時、小学校5年生までアニメ見てた感じなんですよ。うん。6年生でアニメ卒業して、でもなんだかんだ言って、やっぱ好きだったなっていうんで、世界に入ってきたんで、ただ日本のね、まあ少子化の問題とかもあって、20年ぐらい前までかな、絵本を題材にした子供向けの絵本アニメシリーズみたいなのも作ってたりしてたんですけども、まあ途中でもう売れないんで、このシリーズなくなります。みたいな感じで、それ以降どんどん子供向け減って、深夜枠の大人向けっていうのは、まあそれはそれでこうガーンと盛り上がってきて今のアニメ人気があるから言っちゃいいんですけど、基本的には子供向けをやりたいんで、それでこう探していったところ、中国の作品に出会ったっていうのもあって、中国はね、これからやっぱり少子化で弊害がどんどん出てくるらしいんですけど、まだまだ子供向けのものを作りましょうっていうのはあるんですよね。子供向けの作品を作りたいな、作れるのはどこかなっていうと、まあ、そういうところからも今は中国で可能性を探してるっていう感じで、まあ、子供向けの大きいのを作りたいなって思ってますね。まあ、それが日本でできれば一番いいんですけど、